白い布を足元に敷きながら処刑台へと登ったマリー・アントワネット。その布は裁縫室で彼女が縫い続けた小さなハンカチだったと伝えられています。私たちは彼女を浪費家の王妃、革命の引き金を引いた女性として記憶してきました。しかし、贅沢の裏で縫い物に逃げる姿、手紙一通に託した沈黙の叫び、そして母としての最後の願いをどれほど知っているでしょうか。たとえ声を失っても、針の先から滲んだ祈りがあったのです。マリー・アントワネット、その名に私たちは何を見落としていたのでしょうか。歴史の片隅に灯る小さな祈りを見届け、チャンネル登録と高評価をお願いします。それが次の物語への光になります。第1章、裁縫針に託した祈り。金と白で統一されたベルサイユの裁縫室。そこでマリー・アントワネットは小さな針を黙々と動かしていた。華やかな王妃の姿とは対照的な夜のひとときだった。1774年、19歳でフランス王妃となったアントワネットは表向きこそ輝かしい立場に見えたが、宮廷のしがらみと政治の重圧に押しつぶされそうになっていた。夫ルイ16世との関係は希薄で、母マリア・テレジアからは叱責の手紙が届き続ける。誰にも本音を話せぬまま、孤独だけが積もっていった。そんなある晩、次女が裁縫室の扉をそっと開けた。王妃は一心に糸を通し、小さな布に刺繍をしていたという。問いかけには応じず、ただ布を見つめ続けていたその姿が、なぜか忘れられなかったと記している。彼女が縫っていたのは豪奢な装飾ではなかった。無地のハンカチ、子供の寝巻きの裾、小さなレースの端。誰に見せることもない。それでも丁寧に、一針一針。夜の静けさに包まれて、王妃は糸の先に何かを込めていた。王妃として公の場に立つ日々、彼女は常に見られる存在であった。笑顔を崩さず、贅沢を楽しむ姿が描かれてきた。しかしその裏側で、マリーは声にならない祈りを夜ごと縫い続けていたのだ。1791年、家族での逃亡を試みたバレンヌ事件。その直後、身を寄せた宿でマリーが静かに縫い物をしていたという記録がある。仕上げていたのは小さな白布。亡くなった次女ソフィーのために用意していた飾り布だったと、後に次女が語っている。国民の怒りを一身に浴びながらも、彼女は最後まで母であろうとした。誰にも届かないその思いを糸に託すことしかできなかったのだろう。声を上げることなく、言い訳をせず、ただ針を進めることが唯一の救いだったのかもしれない。そして最後の日、1793年10月16日、コンコルド広場の処刑台に登るその足元に、彼女はそっと白い布を敷いた。それが夜な夜な縫い続けたハンカチの一つだったのではないか。そんな証言がわずかに残されている。マリー・アントワネットは華やかさの陰で裁縫という静かな行為に自分自身を織り込んでいた。歴史の表層に現れないその時間こそが彼女の真実を物語っている。第2章、拍手は夜に響いて。夜のベルサイユ宮殿。その奥にある小さな劇場の明かりが灯ると、マリー・アントワネットの瞳は自然と輝きを取り戻していた。装飾も言葉遣いも振る舞いも気を抜けない日々の中、オペラだけが彼女を観客に戻してくれる時間だった。彼女が特に好んだのはクリストフ・ルックの作品だった。古典的な重厚さと感情の純度が共存するその音楽に、彼女は何度も心を揺さぶられた。グルックがフランスに招かれたのもアントワネットの後押しによるものだとされている。彼女は一演目ごとに席を取り、幕が降りるたび、恥ずかしげもなく拍手を送った。間に拍手するのは作法違反ですと、側近が囁いたことがある。だが彼女はふと微笑み、こう返したという。感動に、時を待たせる必要があるのかしら。1778年のある晩、パリオペラ座でのオルフェとエウリリーチェ上演中、彼女は涙を拭いながら拍手を送っていた。その姿は、周囲の観客にも静かに伝染し、終演後には、劇場全体が深い感動に包まれていたという。王妃という立場を超えて、一人の音楽に耳を傾ける人間としてある時間。それが彼女にとって、息をする場所だった。音楽家や舞台人への手紙も残っている。
あなたの旋律は私の孤独を慰めてくれますと書かれた一文は、ベルサイユという牢獄のような宮殿にあってどれほど切実だったことだろう。王妃が革命によって監禁された後、ある日看守が聞き取った証言がある。夜、彼女は口ずさんでいた。静かに、誰にも聞かせることなく。それは、ピッチーニのアリアの一節だったとされる。部屋には何の音もない。ただその旋律だけが石の壁に吸い込まれていた。最後の数日前、独房で彼女が次女に語ったという言葉がある。私はオルフェのように過ちを悔いて、でも振り返らずに歩けるかしら。それが自分の人生と重なることを彼女自身分かっていたのかもしれない。処刑当日、白い衣をまとったマリー・アントワネットは群衆の視線の中に立っていた。だが、彼女の内側には別の景色が広がっていたのかもしれない。あの劇場の幕が開く瞬間、鳴りやまぬ拍手、そして溢れる旋律。誰にも奪えなかった彼女だけの記憶がきっと胸の奥で響いていた。拍手は夜に響く。王妃としてではなく、ただ人として音楽に心を委ねた時間。誰かの歌声に涙を流し、自分の沈黙を旋律に重ねた記憶。それは、どれほど孤独な魂を救ってくれただろうか。第3章、ベルタンへの最後の注文。王妃様、お召し物はいかがいたしましょうか。その問いに、マリー・アントワネットは微笑を返すだけだった。1792年、革命裁判を待つチュイルリーグ。元王妃のもとを、一人の年老いた女性が訪れていた。彼女の名は、ローズ・ベルタン。かつてベルサイユでファッションの女王と呼ばれた王妃専属の衣装仕立人である。ベルタンとアントワネットの関係は単なる服飾職人と顧客を超えていた。フランス中の視線が王妃の衣装に注がれる中、二人はひそやかに友情を育んでいたのである。この裾、少しだけ軽くしてください。歩いた時、風が通るように。そう頼むアントワネットの横顔に、ベルタンは人の目に映らない何かを感じていたという。革命が進み、王政は崩壊、王族は幽閉され、ベルタンもまた顧客を失った。しかし、1792年9月、彼女は、あえてパリへ戻り、チュイルリーグの王妃を訪ねた。制限された面会の中、交わされた言葉はほとんど残されていない。だが、一つだけ文献に記されている注文がある。白く、飾りのないものを。それがマリー・アントワネットの最後の服の依頼だった。処刑を覚悟していた彼女は、派手さをすべて廃し、ただ静かに死を迎えるための衣を求めたのだった。ベルタンは悩んだ。彼女の手は、これまで祝祭と栄光のために布を切り、糸を通してきた。しかし、今ここで縫う一着には、華やかさも流行も不要だった。必要なのは、一人の女性の尊厳を守るための白。仕立てを終えたベルタンは、それをそっと包み、王妃に手渡した。アントワネットは黙ってうなずいた。触れた手が、かすかに震えていた。それからわずか数週間後の処刑当日、彼女はその白衣を身にまとい、群衆の視線を静かに受け止めながら歩いていた。誰のための装いでもない。ただ、自分を自分でいさせるための最後の服だった。マリー・アントワネットの衣装といえば、贅沢と浪費の象徴として描かれがちである。しかし、その最後の選択は、すべてを脱ぎ捨てた先に現れた、人としての一着だったのではないだろうか。そしてベルタンにとっても、それは特別な注文だったに違いない。華やかさの裏に隠された王妃の孤独。それに気づいていたからこそ、彼女は危険を承知で宮へ向かった。二人の沈黙の間に交わされたもの。それは流行でも権力でもなく、静かな尊厳だった。最後まで、彼女は見られる存在であり続けた。しかしその日だけは、自分のために選んだ一着をまとっていた。第4章、レムーラン夫人への封筒。パリが熱を帯びていた1793年春、王政は完全に崩壊し、革命の波はかつてない激しさで人々を飲み込んでいた。マリー・アントワネットはコンシェルジュリー監獄に幽閉され、もはや元王妃という肩書きも意味を持たなかった。そんな中、彼女はある女性の名を密かに呼び続けていたという、リュシール・デ・ムーラン。リュシールは、
革命派の言うカミーユ・デ・ムーランの妻である。かつてベルベデール庭園でアントワネットと偶然出会い、短い言葉を交わした記録がある。二人が親密だった証拠は乏しい。ただそれでも王妃は彼女に最後の思いを託した。王妃の筆跡とされる手紙が一通、リュシールの遺品から発見されたのは19世紀半ば。真贋をめぐって議論が続いたが、その封筒には確かにこう記されていた。リュシールへ。あの朝の光を覚えていますか？内容のすべては明かされていないが、専門家たちは王妃が監獄から密かに書き綴ったものと見ている。文章は感情に満ち、儀礼も装飾もなく、むしろ誰かと対等に語りたいという願いが強く滲んでいた。リュシールがその手紙を受け取ったかは定かでない。しかし、彼女はその年の4月、夫カミーユと共に革命政府により処刑される。その時彼女の衣の内ポケットから一枚の紙切れが見つかった。それがアントワネットの封筒だったのか、証拠はない。ただ、彼女が最後までそれを話さなかったという噂は消えずに語り継がれている。マリー・アントワネットが託したものは政治的な許しではなかった。自分が王妃として失っていった共に語れる存在への最後の呼びかけだったのかもしれない。革命派と王政派。立場は違えど、リュシールだけには一人の女性として見てもらえた。そう信じたからこそ、筆はその名に向けられたのだろう。静かな関係だった。豪奢な舞踏会もなければ、記録も少ない。それでも、アントワネットは誰かに理解されたいと願っていた。その誰かが、彼女だったのかもしれない。人は死を前にして、誰に何を託すのか。アントワネットは王妃としてではなく、一人の人間として、名を記す相手を選んだ。王冠を脱ぎ、宝石を置き、最後に持っていたのは、封筒一枚だった。第5章、5分間だけの再会。1793年7月3日、早朝のコンシェルジュリー監獄。マリー・アントワネットの独房の前に、わずか5分間の再会が許された。相手は、彼女の最愛の息子、ルイ・シャルル、当時8歳。後にルイ17世と称される少年だった。この面会は、王政派への圧力の一環であり、革命政府が仕掛けた女王、秘策、演出でもあった。息子を心理的に孤立させ、母の存在を忘れさせることで、王政の象徴を完全に消そうとしたのだ。そのような意図のもと、看守の監視のもとで与えられた、わずか5分。だが、その短さこそが、アントワネットの胸を最も深くえぐった。扉が開いた瞬間、少年は母を見つめたまま一言も発しなかった。目はどこかうつろで、以前の無邪気さは感じられなかったという。看守の報告書には王妃は涙を流すことなく、子供の方に手を添え、何かを囁いていたと記されている。その言葉は記録されていない。だが、囁きかけたその瞬間、アントワネットの手が震えていたという証言がある。息子に何かを伝えたくても、それを言葉にすれば、泣いてしまいそうで、口を開けなかったのかもしれない。一説には、彼女がルイに、あなたは誰にも乗らなくていい、と告げたとも言われている。王でも、象徴でもない。ただ、一人の子として生きてほしい。それは、自らが王妃であることで失ったもののすべてを我が子に背負わせたくなかった彼女の本心だったのではないか。その面会の後、ルイは別の部屋に隔離され、以後母と会うことはなかった。彼は拷問と洗脳のような環境下で育ち、わずか10歳で衰弱死する。死の床でも母の名を呼ぶことはなかったという。だが、マリー・アントワネットはその日以降、独房で一枚の紙を何度も畳み直していた。次女の証言によれば、それは小さな子供の落書きのような紙で、処刑前にも肌身離さず持っていたとされている。そこにはママンとだけ書かれていたとも言われる。5分間だけの再会は、アントワネットにとって王妃としてではなく、母としての最後の役目だった。伝えられたかどうかはわからない。けれど彼女は、泣かず、叫ばず、ただ静かに、こう見つめ続けた。歴史に名を刻む人間にも、言葉にできない瞬間がある。その沈黙の中にこそ、切実な願いが宿るのだろう。第6章、白い布と靴音。1793年10月16日、午前10時。
冷たい風がパリのコンコルド広場を吹き抜けていた。マリー・アントワネットは白い綿布の衣をまとい、静かに処刑台へと歩を進めていた。処刑前の行列に加えられたその姿を多くの市民が見つめていたという。だがその朝、彼女が足元に敷いた一枚の白い布に気づいた者はほとんどいなかった。その布は数週間前から彼女が自らの手で縫い続けていたハンカチだったとされる。裁縫針と布だけは囚人の持ち物として黙認されていた。何のために縫っていたのか、監視も気に留めなかった。だが処刑の直前、その布が彼女の足元に敷かれていたことは、公主台に立ち会った兵士の記録にある。王妃は自らの靴でその布を踏まないように注意深く動かれていた。布は彼女の足元に敷かれ、やがて風にたなびいたと記された。その一文は、処刑の儀式よりもその気遣いの深さを伝えている。群衆の罵声の中、マリー・アントワネットは一度だけすみませんとつぶやいた。それは、看守の足をうっかり踏んでしまった瞬間だった。この言葉は、彼女の最後の言葉として歴史に残る。王妃としてではなく、人として残した最後の響きだった。彼女が最後に示したのは、声でも涙でもない。ただ、白い布と、つつましい靴音だけだった。王妃として華やかだった日々。ドレスの裾を翻し、舞踏会の床を踏みしめた音。人々の視線と称賛が降り注いだあの頃とは違い、この日、彼女が踏み出した音は、ただ石畳に小さく、静かに響いていた。処刑台の階段を一段上がるたび、誰にも届かぬ静けさが積み重なっていく。あの瞬間、彼女の中にあったのは、恐怖だったのか、諦めだったのか、それとも安堵だったのか。何も語られなかった。ただ、白い布がその足元にあり、誰にも踏まれずに残された。マリー・アントワネットの死は、フランス革命の象徴として語られる。だが、その一歩一歩に宿っていたのは、人としての最後の尊厳だったのではないだろうか。華やかさを脱ぎ、名を脱ぎ、ただ静かに布を敷き、最後の礼を尽くす。それは、誰に見せるためでもなく、誰の許しを請うためでもなかった。風に舞った、その白い布は、やがて地面に落ちた。誰も拾わなかった。ただ、それを見ていた一人の老女が、後にこう語っている。あの布は、王妃のすべてだったように見えました。マリー・アントワネット。誰よりも華やかに着飾り、誰よりも見られ続けた彼女が、最後に残したのは、誰にも見えないような、小さな祈りだった。今回の動画は以上となります。マリー・アントワネットという名には、常に浪費か軽薄な王妃という言葉がまとわりついてきました。きらびやかなドレス、贅沢な暮らし、そして革命の象徴としての最後。しかし、彼女の人生を丁寧に見つめ直してみると、その裏に静かに積もっていた思いが見えてきます。誰にも気づかれない夜の裁縫室で、ただ黙々と布を縫っていた時間。最後の衣装を託したろう職人への信頼。手紙一通に託した言葉のない友情。そして、わずか5分間にかけた母としての願い。すべてが声にならぬ祈りであり、一人の人間としての叫びでした。彼女は歴史に記されることのない沈黙を選びながら、最後まで自分を見失うことなく生き抜きました。華やかな印象の裏にあったそのつつましさ、そして誰にも見せなかった痛みや優しさこそが、今、私たちに問いかけてくるのです。果たして、私たちはこの王妃を本当に知っていたのでしょうか？最後までご覧いただき、ありがとうございました。ご意見や感想があれば、ぜひコメント欄でお聞かせください。そして、また次の物語でお会いできるよう、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それでは、またお会いしましょう。